皆さんこんにちは、Z です。これからメイクしていきます。最近はね、割と毎日メイクしてるように思ってる。カラコンつけていきます。もうつけてるけど。なんかメイクやって始めて1ヶ月ちょいかな。いろいろ勉強させていただいてるんですけど、やっぱりね、ベースメイクはなんとなくコツつかんだと思うけど、ポイントメイクの方、特にアイメイクの方はやっぱり難しいよね。講義受けようかなって最近思ってる。やっぱプロの先生に一度教わった方がいいかもしれないね。自分がやるとですね、どうしても仕上がりが良いか悪いかわからない。これが下地に塗っていきます。こちらの下地はね、結構みんな使ってるよね。ロッシュポゼの化粧下地で、俺は結構クリアホワイトの方が好き。下地はね、トーンアップの効果があるので、いっぱい塗った方が個人的におすすめです。この下地はね、結構人気で、伸びもいいし、この後の化粧のりも全然いい感じになってくるので、割とおすすめかなと思います。匂いは、そんなにしない。で、今回はね、久々のただのメイクの動画を上げようっていうのが、一つは記録のため、自分の1ヶ月の練習の成果を記録したくて、ね、メガネかけてる人わかる？この辺の鼻に残る跡はね、めちゃくちゃ嫌なんですよ、僕。そのために近視の手術も受けようと今考えてる。で全体的なトーンをチェックして、個人的にこの辺まだちょっと気になるのでちょっと追加する。結構ね、美容系の YouTube 何人か見てるんですけど、1種類の下地じゃなくて何種類も塗るんですよね、トーンアップするために。明るくなってるんじゃないですか。では次、クレイドポーウォーデの下地です。これね、色結構白いですよ。こんな感じ。今回の下地は少量、こんな感じで、手元にこれくらいちょっと残してるんですよね。足りなかったら追加する形っていう感じ。伸びはいいんで、下地塗るときはね、そのまぶたとかの方も忘れずに塗った方がいいと思います。匂いもさっきのロッシュポゼよりクレイトボーボーデの方が、いい匂いしてる。で、今塗った後にさ、その指の移動方向でできたムラがあるじゃないですか。僕は結構指でタップする方で消していきます。ほら、すぐなくなるよね。あとはなんて言えばいいんだろうね、髪のセットちょっと苦手かもしれないね。いくら化粧うまくいったとしてもさ、髪がちょっとボサボサな状態でなんかかっこよくないなと思ったりするよね。美容室に行って美容師さんに聞いても、なんか僕の美容師さんだけかもしれないけど、なんかお兄さんもしうまくセットできたら私たち美容師仕事なくなるじゃんって言われて、なのでセットしたい時は美容室に来てくださいとか言われた。いやー、そういうことを聞きたいわけじゃなかったのなと思いました。正直なんか化粧品が人との相性があると思うけど、別になんかすっごく合わないもの以外は、大体合ってるじゃないかなと思うよね。だって化粧品作るときはさ、大多数の人が使えるようなものを作るわけじゃん。なんでそこら辺も含めて作ってる時はすでに考慮されてると思う。大体の人はどんな化粧品でも使えるんじゃないかなと、私の持論ですね。なのでドラコス歴が1ヶ月しかないんけど、大体ね、そんなにすっごい外れたなとかっていう気持ちはないんですね。あ、そういう感じだねっていう方のものが多いかもしれない。ファンデーション塗った後にね、結構みんな崩れとか悩みが出てくるかもしれない。今回はね、結構ね、海外の YouTuber がやっているちょっとやばいやり方かもしれないけど、それを紹介していきたいと思います。実際僕やってみて結果は良かったかなと思うので、ぜひ紹介させていただければと思います。今一回ファンデーションを塗ったんですけど、これからフィックスミストちょっとスポンジにつけて、でみんな持ってるヘアスプレーを使います。ヘアスプレーをさっきスポンジの部分にちょっとつけて、崩したくないところを軽くタップする。こんな感じ。あと鼻の横とかですね。ただでですね、それはもともと髪用じゃないですか。直接顔面にスプレーするのがあんまり良くないと思われるので、スポンジにちょっとつけて、ポンポンポンっていう感じで。そしてコンシーラーですね。コンシーラーはですね、僕結構前から使っていたのがこの1本。クレドボーボーでのコンシーラーめっちゃくちゃ使いやすい。僕の最初の化粧品なんだけど、とにかくすごい。もうこれだけで軽い化粧完了みたいな気持ちがなくもない。とりあえず今簡単に塗ったけど、指でポンポンポン隠したい周りをまぶしていくっていう感じ。だから塗った真ん中は何もしない。その後パウダーで仕上げるので、こんな感じ。すごいでしょ。他のコンシーラーも使ってたり
してみたんですけど、やっぱりクレード440のコンシーラーが一番使いやすいし効果が強い。さすがデバコス。はい、コンシーラー完了。眉毛の方もコンシーラーを塗りたいので一旦剃ります。で、僕結構優しい化粧をしたい、優しいと思われたい方なので、その男性の顔は、股間、目とか眉毛とか結構真ん中に寄せちゃうっていう特徴があるんですね。男性が優しい顔をするために女性顔に寄せていくのが一番近道かなと思うので、なるべくその眉毛の距離、目の距離もできるだけ外側に寄せていきたいので、わざとこの眉頭の方をちょっと剃ってます。はい、完了です。その後ほど眉毛を描くときに下側がいっぱい描いてたら眉毛描いてますよっていう感じになってくるので、下の境目をちゃんとコンシーラーをしてあげることによって、そこまで描かなくても、自然に見える眉毛が仕上げられるっていうのが最近 YouTube を見て勉強した一つですね。 OK。 もしかしたらちょっと暗い。こんな感じでパウダーつけていきます。呼吸しないようにします。ちょっと眉毛描きます。こんな感じ。ありました。で、難しいアイメイク。今回はね、ちょっとうさぎっぽくやっていきたいので、ちょっとベースカラーを合わせていきたいと思います。めっちゃくちゃ薄くつけてる。ちょっと影っぽくなってません？ここと比べたら。で、一番濃い色。ちょっと赤くして。こんな感じ。で、アイライナーを描きます。これぐらいがちょうどいい。今日はこれぐらいにしとこうか。今日は短めです。頬紅にどうしよう。ちょっと入れるか。ちょっと入れた。ハイライトとシェーディングを入れたら完了。額の方と眉頭の方で、鼻の真ん中は鼻大きい人はあまりおすすめしないので、真ん中の辺たっぷり塗ればいいと思います。唇のちょっと上部分、この辺もう少し入れます。眉頭から鼻との連接するところはちゃんとシェーディング入れます。完了です。なんか髪のセットができない。どうしたらいいんだ。今回は結構濃いめの化粧をしたので、顔と同じの部分のトーンの差があるのが結構個人的に嫌で、ほら、なんでこんなに日焼けしてんだ。びっくりするぐらい色違うので、そういう時はね、この間ドンキで買った CC クリームをちょっと色違うところを塗ってます。塗ったらね、めちゃくちゃ白くなるの。これね、ちょっと半分だけ塗ってみるね。見て、ここ塗ってない、ここ塗ったやつ、なんか全然違うよね。ほらほらほら、逆に首の方が白いね。首の方が白くなってる。特にうなじの部分はたっぷり塗ります。そうだね、実際私の場合1ヶ月の前の自分を振り返ってみたら、正直あんまり化粧知識もなかったし、そのアイメイクになかなか手出せなかったのもあの時のステータスだったので、割とこの1ヶ月は進捗があったのではないかなと思います。はい、いかがでしたのでしょうか。これからも自分磨きに関しての動画をどんどん発信していきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。